私は腹が立ってるんだ、私はもうムカついてるんだ、ムカついてるムカついてる、チクショーチクショーって叫びたい気分なんだってやるんですよ。ペンネームリンキさん、中学生の女の子です。こんにちは。よく動画を見させていただいている中学生の女子です。私は1年ほど前に親から仏教について教えてもらい、少しずつですがお釈迦様の教えなどを実践したり、慈悲の瞑想を唱えたり、誤解を守るようにしています。そこで怒ることというのは悪いとお釈迦様がおっしゃられていたことを知ったので、最近できるだけ怒らないということに挑戦しているのですが、やはりちょっとしたことでイラついたり、母親がいつも喧嘩腰なのでイライラしてしまいます。もともと私は短気な性格なので、怒らないことはとても難しいです。こういう時、確実に怒りを消す方法はありませんか？また、怒らないためにはどうすればいいかなど教えていただけると幸いです。文章力がなく申し訳ありません。ぜひ大愚さんのアドバイスが聞きたいです。よろしくお願いします。リンキさん、驚異的な中学生だなと思って今このお手紙読ませていただいてたんですが、中学生にして怒らないこととは、そしてまた私の動画を見て仏教の勉強をしようっていう、すごい時代になったなというか、すごい意識の高い人たちがやっぱり多いんだなということを感じました。仏教の教えの中にはというか、仏教というのはお釈迦様が悟りを開くための具体的な道筋というものを、詳細な方法論を持ってそれを示されたのが仏教です。心の完全なる平安に向けての具体的なトレーニング、それが示されているのが仏教です。ただそれがインドから日本に伝わるまでの間に数千年の時を超えて、また各地を転々とする中で、そこにオリジナルのお釈迦様の教えに加えてさまざまな後の弟子たちがさまざまなまた方法論を加えたりとか解釈を加えたりしてですね、とても複雑に、そしてまたなかなか一般の人が取り組みづらい、ハードルの高いような教えになって今この日本に伝わっているというところが、私たちのような僧侶がそれをできるだけ分かりやすく皆さんに解釈して伝えていくという必要があるのかなということを感じて、私もこのような一問一答の番組を続けさせていただいているわけですけれど、このリンキさんにぜひね覚えていただきたい言葉があります。それは内観という言葉です。内観。瞑想に関するものの本っていうのは本当に今たくさん出ていたり、インターネットでいろいろな情報が出ていたりします。で、実際それに取り組んでいくときに、これお坊さんでもね、本当にどういうふうにしていったらいいのかっていうことがわからないまま行っているぐらいのもので、実際それをやってみて、じゃあ果たして自分は心っていうものを整えていくっていうことに成功したかというと、これなかなか簡単ではないんですね。でそこでリンキさんには、いきなり怒らないようにするにはどうしたらいいですかと言ってポンとそこへ行くというだけではなくて、まず第一ステップとしてすごい時間をかけてこの内観ということができるようになっていただきたいなと思っています。内観というのはですね、どういうことかというと、自分の心の中に起こってくるさまざまな感情、そしてその感情が起こってきた時の自分の体の状態を
観的に冷静に観察するということです。でこれは私が自分で自分にトレーニングとして課していることなので、インターネットに書かれていることではないかもしれませんが、ぜひ今日は林木さんにそんなことをね具体的にお伝えできればと思います。処方箋は今の内観なんですよ。ね、で林木さんの問題は、どうしたらお釈迦様のおっしゃることをそのままできるでしょうか。でこれはですね、お釈迦様の教えを聞いたり勉強してすぐにできるというものではない。だけどそれがすぐにできない自分との葛藤に悩んでいらっしゃるというのが林木さんの問題です。例えばテニスをやっている人が錦織選手にワンデーレッスンを受けたとします。ね、で錦織選手がこうやってラケットを持ってこうやって打つといいんだよ。じゃあそのワンデーレッスンを受けた後、すぐに錦織選手のようにプレーができるかったら無理ですよね。無理で、それはスポーツに例えてみたら分かると思うんですが、スポーツでも何でもいいです。料理でも何でもいいです。自分が体得するというのは、その理論と方法論を聞いたからイコールすぐ自分ができるってことではない。スポーツの練習と同じように、勉強と同じように、いろいろなスキル能力の習得と同じように、その方法論というものを意識して何度も何度も練習をする。そして自分の中に落とし込んでいく。まさにその瞑想というのも、慈悲の瞑想って素晴らしいことが書いてあるんですけど、それ聞いてそうか素晴らしいなって入って次の日からできるわけではないんです。人間の本能、未熟さというもの、そこに自分が練習をしながら少しでもこの未熟な自分というものを育てていく、時間をかけて育てていく、これが修行なんですね。でこの修行というものを経て、ようやくテニスが初めて始めた人が、時間をかけて3年5年10年20年30年かけて自分の中へこの教えていただいた教えっていうものを落とし込んでいく。そして実際に単なる知識情報だけではなくて、それができるということ、体現できるということ、ここへ至るまでには本当に大変な道のりがあるし、努力をし続けなければいけない。けれどもスポーツの練習と同じように、何度も練習を繰り返していくうちに徐々にコツをつかんで、そして気がついたら、あれ、以前よりも怒りが自分の中で静まってきた感じがあるっていう感覚を得られる時が来ると思います。ですから林木さんの問題はね、いいことを聞きました。お釈迦様がこうおっしゃってました。慈悲の瞑想というのは自分もそれを自分でできるように言い聞かせてます。イコールすぐにできるかって言ったらそれができない。でそのジレンマに今あるということです。ですから問題じゃないんですね。そういうものです。すぐにテニスが急に上手くなるわけではないのと同じように、心っていうものはなかなか難しい。これを整えていくのは難しい。昔の方の禅お坊さんの言葉にですね、仏教は3歳の子供でもその理屈は分かるのに、80歳の老人でもこれを行うのは難しいと言われています。良いことをして悪いことを避けて自分の心を清らかに保つ、たったこれだけのことなんですけど、誰が聞いてもなるほどその通りだねって分かるんですけど、じゃあできるかってできない。それが仏教です。ですから気合を入れてというんではなくてね、どこかでその教えを学んで忘れないようにしていって、そしてできるだけそこに近づけるような自分であろうと、努力練習工夫修行を重ねていただきたいと思います。でちょっと話が前後しましたが、処方箋で伝えました内観、まず林木さんにはこんな練習をしてもらいたいんです。それは怒るなと言われてもやっぱり怒ってしまいます。怒れてしまいます。で林木さんとってもいいのは、自分で
自分は短気だっていうことを自覚している。これとても素晴らしいことですね。自分が自分の得意なこと、それから苦手なことということをきちんと知っているということは内観を助けていきます。ですから自分は怒りっぽい、そして特にお母さんとイライラして言い合ってしまうというようなことがある。でこのことをきちんと理解をしてほしいんです。それで内観のやり方、まずリンキさんには、自分の心を見つめる、そして体を見つめる、この2ステップでぜひ練習をね、内観の練習をしていただきたいんです。内観っていうのも瞑想の一つの練習ステップだと思ってください。練習方法のトレーニングの一つが内観。自分の心の状態を見つめる、そして自分の体の状態を見つめる、この2つです。どういうことかと言いますと、例えばとても難しいんですが、お母さんならお母さんと言い合いになってしまった。その時にカーッと腹が立った。なんだよって思った。もうムカつくなって思った。でこのお母さんとカチンときてもし言い合いになってるという時に、自分が自分の怒りを抑えるっていうのは非常に難しいんです。なぜかっていったら、怒りっていうのはもう本能的な防衛本能なので、それがたとえ自分が未熟であるから、あるいは自分が、相手の気持ちがわからないから、あるいは相手が攻撃的に自分を攻撃してくるから、いろんなシチュエーションがあるんですけれども、とにかく相手から攻撃されたと自分の本能が感じてしまった時に勝手に起きてくる反応なんです。無意識のうちに腹が立つっていう感情をね、自分を守るために、自分が侵害されていることを守るために自動的に起きてくる感情である。これが怒りだということを理解してほしいんです。例えばリンキさんが何か普通にね、誰かと話している時にパーンと目の前にどこかからですね、誰かが投げたボールが飛んできたとか、何か物が顔に飛んできたってなったら、瞬間的に私たちはーっと手で避けますよね。でこれをボールが飛んできたっていうのを本能的に避けないようにしてくださいって、それは難しいです。もうポンと飛んできたら自動的に目をつぶってしまって、まぶたを閉じて目に異物が入らないように自分で防御するって、もうそういうふうに勝手に体が動いてしまう。それが条件反射みたいなものです。これと同じように心の中に起きてくる怒りというのは、誰かから自分が侵害されたともう本能的に感じたら自動的に怒りが湧き起こってくるんです。でこれを抑えるというのはそう簡単にできることではないんですね。だけれども、その自分を守るための防衛反応だということをまず基礎知識として理解していただきたいんです。そして内観というのはじゃあどういうことなのかといったら、お母さんと何かやり合った、言い合った、でその後にね、本当にもう腹立つわって怒るわけですね。でこれをですね、頭の片隅にそのような反応が私には起きるということを理解した上で、できるだけ早くその現場から離れて、そして本当にもう腹が立つ、自分の部屋に行ってね、本当にもう腹立つ、あんなことをお母さんが言った、私が今やろうと思ってたのに本当に腹が立つ、本当にムカつく、腹が立つ、私は腹が立ってるんだ、私はムカついてるんだと、自分が怒っているということを口にして確認する。これが私がお勧めする内観です。私は怒ってるんだ、私は腹が立ってるんだ、私はあんなこと言われて悲しかったんだ、悔しかったんだ、ちくしょう。ちょっと前にテレビの芸人さんで小梅太夫さんっていう、ひょっとしたらリンキさんご存じないかもしれないですけど、小梅太夫さんっていう芸人さんがいらっしゃったんですね。でこの方が、その小梅太夫さんの芸風として何かいろいろと自分が腹が立つことっていうものをずっと言って、その後チクシャーチクシャーって言うんですよ。でそれが一つの芸風といいますかね、芸だったんですね。でも
本当にそれなんです。自分がこういうこと言われた腹が立ったチクショーって自分で自分の怒りを自分が怒ってるっていうことを自分で認めるというか、それを言葉にしてみるんです。ああ、私は腹が立ってる、もうすっごいムカついてる、チクショーで思い出これを言った瞬間に自分の中に反射として起きてきた防衛本能である怒りというものを自分の無意識を自分が言葉にすることによって意識化する。私は腹が立ってるんだ、私はもうムカついてるんだ、ムカついてるムカついてる、チクショーチクショーって叫びたい気分なんだってやるんですよ。そうするとこれは自分をもう一人の自分がもうすでに客観的に見ているという状態になります。そして次にやってほしいことは、その怒りが強ければ強いほどその心の中にガーッと頭に血が上る感じっていうものが出てきて、その感情に伴ってですね、体に反応が出ます。例えばもうブルブルこうガーッと力が入ってしまったり、心臓がドクドクしたり、もうどこかにね歯を食いしばってたり、体が緊張してたり、なんかこう涙が出てきたり、何かをこう殴りつけたくなったり投げつけたくなったり、もう体にねそのような怒りの感情のエネルギーの行き先を筋肉を使って表現したいっていう自分がいるということに気づくんです。でこの心に起きてくるところのこの怒りのエネルギー、私は怒ってる、私は腹が立ってるんだ、私はムカつくんだと同時に、この拳ですね、この体に起きる反応、この体に起きる反応っていうものをこう2段階で観察するんです。ああ、私の体はこんなに力が入ってる、心臓がこんなにドキドキしてる、そしてこんなになんていうんですか、言葉が詰まる、もう込み上げてくるものが、なんか苦しいものがここら辺に込み上げてくる、頭が痛くなってきた。でその体に起きてくるところの状態をまた言葉にしてほしいんですよ。ああ、こんなにも私力が入ってる、こんなにも私は怒ってる。そうすると無意識のうちに起こっている臨機を意識を持って眺めているもう一人の臨機というものが対話を始めていくということが起こるんです。自分の中で怒りの感情を持ってガーッと無意識臨機と、そしてそれを客観的に眺めて観察している意識臨機というのができ始めます。これが理性です。本能と理性です。そしてそれが本能の臨機が勝ってしまうとこわーっとこうなるわけですけども、理性の臨機がだんだん強くなってくると腹も立つんですよ。怒ってしまうんですよ。そして実際にそういう反応も体に起きるんですよ。怒った時の反応が体に起きるわけです。なんかこうポーンと殴ってしまったり、物を投げつけてしまっているとやってしまうかもしれない。だけれどもその後で理性臨機というものが、いや本能臨機、それでお前はいいのかと、これはお前にとって得な行動なのかということを理性臨機が諭してくれるようになる。ですから怒るなっていうのは難しいですけど、怒った後にそれをさらに強化していく、要するに本能臨機の暴走をそれに火に油を注ぐようにしてどんどんと増長させていく、これが怖いことなんです。ですから怒るのは仕方がない、あれはもう簡単なことじゃない、それを抑えられたらもう達人ですよね、悟り開いた人です。でもなかなかそういかないので、怒ってしまった自分というものをできるだけ早い段階で理性臨機というものが制することができる。でこのような理性臨機を育てていただく、
そのための具体的な方法が今の内観です。つまり自分の心に起きてくるところのその感情を客観的に言葉にして眺める。そして自分の体に起きてくるところの状態を客観的に形にして言葉にして眺めてみる。こんなに心臓がドキドキして、私は怒ってる。こんなに力が入って、もう今にもお母さんを殴ってやりたいと思ってる自分がいるんだった。この自分をもう一人の自分が見ているという練習を積み重ねていくうちに、バンと起こるんだけれども、すっとそれが静まっていく。カーッとムカつくことがあるんだけれども、ふっともう10分後ぐらいにはそれを振り返って、私は怒ってしまったなと思う自分がいる。でこの状態に持ってくるということも普通はなかなか難しいです。で一番怖いのは、怒りというものに飲まれてしまって自分が何をやったらいいかわからない。およそその犯罪を犯してしまう人とかね、後で極端な話、人間は恐ろしいです。自分の怒りに任せて殺人を犯してしまうというようなことすら起きるわけです。だけれどもそういう時にね、その犯罪を犯してしまった人、後で聞くともうカーッと血が上って、気がついたら目の前に相手が倒れていたんです。気がついたら包丁を持って相手を刺してしまって、そこにハッと我に返って、なんで俺はあんなことしてしまったんだろうと後になってから、これは本能臨機が勝っている状態、それが暴走した状態、そして頭の中が真っ白になって自分というものが一瞬どこへ消えてしまったのか、理性臨機がどこへ消えてしまったのかわからないという状態、これが一番怖いことなんです。ですから少しずつでもいいサッカーの練習をする、テニスの練習をする、ピアノの練習をする、英語の練習をするのと同じように、少しずつ自分の本能臨機を理性臨機が抑えていく。抑えるって違うんですね。抑えるってちょっと表現が違うんですよ。抑えていくというよりも、それを眺めてきちんと調整していくことができる。まずね、臨機さんにはここを目指していただきたいんです。ということで、もう一度処方箋をおさらいいたします。内観をしてください。内観というのは、私がやっている内観なんですけども、怒りが起きてしまうことはもう仕方がない。それは防衛本能なんだから、反応なんですからね。ポンと何かが飛んできた時に瞬間的に顔を避けてしまう、瞬間的に目をつぶってしまうと同じように、もう反射的に自分の中に怒りというものが出てくるんです。自分を守るために、自分を侵略されないために、侵害されないために。これはもうしゃあない。だけれどもこれが出てきた後に、と私は怒ってるんだと、私は悔しい、私は悲しい、あんなこと言われて、畜生、あんなこと私に言ってきた。それを言葉にして言ってみてください。本当に悔しい、悲しいと同時に、自分の体に起きてくるところの震え、体に入ってくる力、緊張、そして心臓の鼓動、呼吸の荒さ、そのような自分の体に起きてくる反応というものを客観的に眺めていく。そして言葉にしていく。自分を沈めてなだめていくというよりも眺めていくんです。そうすると自動的にこの怒りが収まっていくという現象が起きます。ですからぜひね、いきなり起こらないようにするにはどうしたらいいですかっていう難しいところへたどり着こうとしないで、内観をして自分の感情、そして自分の肉体の反応、これを見つめるという練習をしていただきたいんです。もう中学生からこんなトレーニングしていったら本当に素敵な人になるだろうなと思います。もっともっとね、瞑想というのは、内観というのはこの後のステップがあるんですけど、まず欲張らないでそれができるようになってほしい。そういうことができるようになってくると、いい方向にも、悪い方向を沈め、いい方向をさらにですね、自分で行ったり、集中力を自分の中へつけていったり、いろいろなことが心っていうのはできるようになってきます。ですから本当にものすごい可能性というものを心は持っています。でこの心を自分が主となってきちんと制御していく、使いこなしていくということができるようになってきたら、本当にそう素晴らしい
と思います。ぜひその一歩が今言った内観であるということ、どうぞ頑張ってください。応援しています。